9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。世界的なクラフトビールブームを牽引し、スコットランド発でグローバルに展開してきたブリュードッグは、この度同社の蒸留事業を数ヶ月以内に段階的に閉鎖すると発表しました。これは同社がビール事業や缶入りカクテルワンダーランドに注力するための戦略的判断とのことです。蒸留部門で扱っていたローンウルフやアブストラクトウォッカ、テキーラやラムなどのスピリッツブランドはすべて生産を停止し、在庫の整理や既存の供給契約は守られるものの、蒸留所としての稼働は今後徐々に停止していく予定です。ブリュードッグは2015年に蒸留所を立ち上げ、2020年代には独自のシングルモルトウイスキーの発表も予定されていました。実際2025年時点では2026年のウイスキーリリースが予定されているとのコメントもありましたが、蒸留事業の閉鎖によりその計画も事実上白紙となる公算が強くなっています。蒸留事業の責任者や創業メンバーの去就もあり、ブリュードッグ全体がビール事業への再フォーカスを進めています。クラフトビールが拡大する一方で、スピリッツ業界は競争が厳しく、市場環境の変化により経営資源の最適化が求められる時代となりました。ブリュードッグの蒸留所閉鎖は単なる一社の決断にとどまらず、業界全体の潮流や消費者志向の変化を象徴する動きになるかもしれません。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。今日はアイルランドからパワーズコート蒸留所に関する嬉しいニュースをお届けします。昨年破産手続きに入っていたこの蒸留所が新オーナーの下で再出発することが発表されました。パワーズコート蒸留所はアイルランドウィックロー州にある世界的にも受賞歴のあるフェルカレンアイリッシュウイスキーの生産拠点です。蒸留所とビジターセンターはパワーズコートエステート内のオールドミルハウスにあり、2018年の稼働以来、ヨーロッパ、北米、アジア、アフリカなど多くの市場で展開してきました。しかし、2025年6月に資金繰りの難しさと世界的な関税変動による取引環境の不安定さから破産手続きに入りました。国際アドバイザリーファームインターパースが管財人に任命され、蒸留所の再建と売却プロセスが進められていました。そしてこのほど蒸留所の資産の一部が米国の投資会社アルティバマネジメントインクに売却されることで合意に至り、大規模な新規資本の注入が実現する運びとなりました。この資本注入は蒸留所の未来を確かなものにすると同時に、全従業員の雇用継続も維持される予定です。売却には蒸留所が保有する大量のバルクウイスキー、すべてのブランド、知的財産、そしてビジターセンターを含む創業施設のリース権の移転が含まれており、今後数週間以内に完了すると見込まれています。このニュースはアイルランドウイスキー業界にとっても重要な意味を持ちます。近年、世界的な市場環境の変化や関税の影響で多くの蒸留所が資金調達や販売面で厳しい局面に立たされてきました。実際、近隣の蒸留所でも経営整理が行われた事例がある中、国際投資による再建が実現したことは、業界への信頼の表れとも言えます。パワーズコート蒸留所 CEO のロジャー・ダガン氏は、今回の取引について次のようにコメントしています。
強力で支援的な新オーナー体制を確保できたことは、蒸留所にとって素晴らしい日です。これは我々の事業にとってエキサイティングな新章の始まりを意味します。さらに、アルティバマネジメント側のアダム・モーガン氏は、パワーズコート蒸留所の可能性を高く評価しており、才能あるチームを支援しながら、ブランドの成長と継続可能な成功への投資を行っていくと述べています。パワーズコート蒸留所は、これから世界市場でのポジション強化、ブランドの拡大、そしてイノベーションへの投資を進めることで、再びアイルランドウイスキーの代表的存在として名を馳せることが期待されています。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はグレングラッサ蒸留所からグレングラッサ12年です。スペイサイド地方の外れ、サンエンド湾を望む美しい土地に佇むのがグレングラッサ蒸留所です。その歩みは1875年に地元の起業家ジェームズ・モアと甥のアレクサンダー、ウィリアム・モリソンの兄弟によって始まりました。澄んだ泉の水と豊かな大麦畑に囲まれ、かつては違法蒸留所も存在したという土地、その恵みと伝統がこの蒸留所の始まりを支えていました。やがて所有者は移り変わり、1892年にはハイランドディスティラーズの傘下へ、そして2008年、全面的な改修を経てスコットランド首相アレックス・サモンドの手によって再開されました。再開後初めての一本が蒸留所のショップに並んだのは2011年。小さなボトルに込められたその味わいは多くの人々に復活の喜びを伝えました。その後も所有者は変わり、2016年にはアメリカのブラウン・フォーマン社の下で新たな歩みを重ねます。2023年には波打つ砂浜やシーグラスの色彩から着想を得た新しいポートフォリオを発表し、注目を集めました。しかし2025年の初め、ブラウン・フォーマン社は蒸留所の生産を一時停止すると発表しました。グレングラッサ12年はバーボン、シェリー、赤ワインの樽で熟成。海岸の香りが絶妙に調和した独自の沿岸スタイルのコアレンジボトルになります。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は輝くゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートはアプリコットやイチジクの果実香。ミドルノートはトーストやバニラの甘い香り。ラストノートは潮の香りや植物のニュアンスを感じます。では味わってみたいと思います。口当たりはソフトでボディはミディアム。デーツやプルーンのジャム。ベリーにタンニンの苦味。リンゴに蜂蜜の風味。フィニッシュは
ペッパーのスパイス。赤ワインやハニーティーのヒント。木の香りと塩味が混ざり合い、余韻に程よく続きます。これは美味しいですね。シェリーや赤ワインの樽の効果で、飲み口を進めるごとに飲み応えが増す印象です。紅茶やワインのような風味の中にモルトと蜂蜜、そして久々に感じる海の味が味わいを締めくくります。味のストーリーは非常に好みで素晴らしいです。グレングラッサは昨年生産調整を理由に一時閉鎖を発表して以来追加の情報がないのですが、この味わいはぜひとも復活してほしいですね。飲み方はストレートがおすすめです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは鳥取県の千代結び境港蒸留所から凛太郎シェリー3年をご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。